我是何导。皆さんこんにちは。何導です。まずは太極拳を練習する前に一つ動作を覚えましょう。太極拳で膝を壊さないためにはどこを注意したらいいか。今回はそこをやっていきます。那么現在開始吧。見た目はコツメ、頭脳はおいさん。何導の円王歩道譚。第1回目は太極拳で膝を痛めないために。健康のためにやっている太極拳で膝を痛めたという話を聞くことがあります。私なりに原因を考えてみたんですが、一つ目は架勢、姿勢ですね。下敷きがちゃんと取れてない。特に膝とつま先が合わさっていない。二つ目に、定式ではできてても動作においてそれを維持できない。動いている間に膝とつま先がずれてしまう。三つ目に、それにより往々に膝がねじれた状態が多く出ている。こんなとこでしょうか。まずは架勢、姿勢、特に歩型における注意点を見ていきましょう。これは馬步ですね。馬步を正面から見るとこんな感じです。つま先、から上に垂直に伸ばした線上に膝があるように、足の幅は肩幅ですね。馬步を横から見た姿勢です。横から見てもつま先と膝は垂直線上にあるように注意します。これ悪い例になりますね。膝よりもつま先よりも膝が前に出て、この姿勢が長く取られると膝の下の部分に重心がかかって、やっぱりこれは膝に良くないと思います。これも太極拳が圓段、丸い股なので、他の部位で内股になる部位もあるんですけれども、これはあくまでも太極拳において、やはりつま先の垂直線上よりも膝が内側になってたり、外側に開きすぎていたりすると、やはり膝に負担がかかると思います。これが一般的な步ですね。太極拳は圓段、丸い股ぐらを作って、アーチ状に地面を支えるようにします。足の形だけでなく腰回りの流臀、体幹等々いろいろありますが、外形から見てやはり丸い形になっていることが重要になります。それでは動きの中で維持できないとはどういうことか、ちょっと見ていきましょう。これは、太極拳の24式の一般的な前進のやり方ですね。歩坐、重心を後ろに、ゆっくりと足を出していきます。はい、これも見ていきましょう。先ほどと見比べてみてください。こういうふうにやられている方が結構いると思います。さっきに見た前進とどこが違うでしょうか。ゆっくりと見てみましょう。後頭、重心を後ろに座るように。この時、やはり要求をできるだけ守ります。膝、つま先の方向を揃えます。重心を移動して、ボールが転がるような感じに、自然に体重が移っていきます。この時も、つま先と膝の向きが揃った状態を維持しているのが必要になります。特に後ろ足ですね。前部足を出して根部に。で、2回目の後からやった動作はここが問題になります。
つま先と膝がねじれるわけですね。で、前から見てみましょう。これは揃ったやり方。腰の先端、横の先端に従って連動しているように動かしていきます。これが後からやった歩き方ですね。正面から見ると分かりやすいと思います。後ろ足の体重が残っているのか、全身上体に引っ張られて膝が先行してつま先が残り、ホーズの状態、重心が後ろにあるときは揃ってますけども、ここから重心を前に移すときに膝だけが引っ張られてねじれた状態ができてしまいます。これを繰り返していると、やはり膝には絶対悪いと思います。硬いすねの部分のアップを見てみましょう。この状態でつま先と膝が揃っていますけれども、こういうふうに膝が回転していくと足が残ってねじれた状態になってしまいます。じゃあもう一度見てみましょう。最初にやった動作。移重心、重心を移して、前部、後部、移重心、これが後からやったやつですね。重心を移動していくのですが、足が残って膝が先行して回転してねじれた状態ができています。太極拳は移動无有不動、ちょっと動けば全身が同時に動く状態が要求になっています。球体が回転するような感じですね。ここの足の部分だけが別の動きになってしまっています。太極拳の要求から離れてしまっていることなんですね。で、よく見るのが、この蹴った後の回転動作、着地のところですね。こういう風になると、膝がやっぱりねじれちゃいます。こちらの方は、つま先と膝が揃って回転しているので、膝に負担はありません。このつま先と膝が合わさらない状態で長い時間練習を繰り返すと、どれだけの負担が膝関節周りにかかるかは想像できますね。それではここで、この臀内摆步という方法を紹介します。地道な方法ですが、繰り返し練習すれば簡単な2種類の動作でつま先と膝を合わせて体を動かす癖付けができます。その昔、中国サル拳法という外藤先生が著した書籍に紹介されていました。臀内の臀は臀図、スカートのことですね。摆步は100歩。摆は外摆腿などの摆、並べる、振る等の意味があります。スカートの内側で足を振るように動かすという意味にも取れますね。これが、2つ方法があるんですが、これが1つ目。両方のつま先を動かして、次にかかとを動かす。両方のつま先を動かして、次に両方のかかとを動かす。あまり地面から浮かさないで動かしてください。膝とつま先が揃えた状態で。体で一番重たい部分でもあるお尻を使ってうまく動かしてみてください。上から見るとこんな感じです。簡単すぎてあくびが出るかもしれませんけども、往々にして中国武術の基本功の中には
こういうの結構ありますね。続けて、こういう感じで、テンポよく動いてみてください。早く。左右に動きます。で、2つ目がこの方法になります。これ、いろんなところで紹介してるんですけど、パッと見、皆さんできない人が多いですね。つま先とかかとを同時に動かします。内股、外開き、内股、つま先開いて、かかと開いて、横に動いています。こういう動きですね。左右の支点となるつま先とかかとが逆になって同時に動かすということになります。これも少しずつ慣らして早く動けるようにしてみてください。ただ注意するのは速さばっかり求めてつま先と膝をずらさないという目的がなくならないように気をつけます。さあ、それじゃあ皆さん一緒にやってみましょう。少しずつ速くしていって、いろんな方向に一つ目と二つ目、いろいろと混在させて動いてみてください。なかなかシュールですね。パッと見何これっていうような運動なんですけれども、さっきもちょろっと言いましたが、伝統武術の基本項で何これっていう人前で恥ずかしくてできないような基本動作って結構ありますよね。ただそれを体に染み込ませないと進歩ができない。こういうのを地道に音楽でも聴きながらでもいいと思います。癖付けですからね。最初なかなか動かせないときは意識をしないとなかなかうまくいかないですけども、慣れてくると回路ができて、あまり意識しないでもできるようになります。無意識の中で意識されている状態ができれば締めたものですね。太極拳やいろんな動作の中においても、つま先と膝の向きがずれたり前後に開いたりということが少なくなると思います。それじゃあ皆さんやってみてください。下次再见。